こうしてはい、おっと、はい。It's time for 全侍おいしい日本食。日本の食のベースとなってる味噌醤油屋さんに来ました。で、今回は醤油の作り方を教えてもらいますよ。はい、醤油の工程を、説明してもらいたいと思います。醤油の原料は大豆と小麦と塩になっています。でまずこの釜で大豆を蒸します。蒸して1日そのまま置いといて、次の日の朝から仕事が始まります。これどれぐらい入るんですか？醤油の1回の仕込みの270キロをここで270キロはもう余裕で入るんですけど、膨れて、ああ、そういうことか。そうです。1日つけとくんで膨れるんですよ。600キロぐらいですね。うん、がここにおお、はいそういうことか。そういうことです。270が倍ぐらいになる。倍ぐらいになります。でそれをはい人力ではい。こっからこうやってこうやって担いで、ここまで来て、ここに一面に小麦が引いてあります。でその上に大豆を並べてきれいに敷き詰めていきます。小麦の上に。小麦は何のために？小麦は仕込んだ時の香りや、それで香りがするんですよ。醤油独特の香りは小麦から来てる。そうです。だからいい小麦を使えば香りも華やか。もう違います。で大豆はうまみ。大豆がうまみ。大豆がうまみ。香りとうまみね。じゃあそのバランスも必要なんです。そうです。でここでバーッと引いて、そこからまだ大豆があったかいんで、うん、最初出した時は60度ぐらいです。はい。でそれを大体1回目で35度ぐらいまで下げて、うん、麹が菌が死なない程度まで落として、それから麹の種付けを。種を麹って何なんですか？いいカビ菌です。カビ菌も2種類あって、はい、体に悪いやつといいやつがあるんです。なるほど。うん、そのいい菌をここに。その菌が何をするんですか？大豆の栄養分をそうそうそう。食べて、どんどん菌を増やして、で醤油になるものを作り上げて。なるほど。もう一番大事な段階です。ここで一旦寝かせて菌の発育を促します。でそれからこっちの室、麹を繁殖させる部屋ですね。4つに入れ分けて。サウナみたいですね。これ実際作業してたらサウナですよね、多分。でも醤油の場合はですね、結構気温って言っても28度28度まで。28度に一定にする。じゃあ比較的湿度は多少高い。湿度はあります。最初湿度はあります。菌はその湿度が大好きなんで、湿度を保ってやって、である程度湿度が溜まったところでお湯は出します。お湯も入ってるんです、この中に。でストーブで温度を温めて、この上で当て締めでこの室温の温度を調整します。はいはい。ここで空気調整だ。します。室温を調整します。はい。ここで仕込んだやつを、今度デコ麹といって麹を出すと、出してまた今度、香りが本当すごいです。もうむちゃくちゃ香りしますよ。本当ね、出来たてのパンのような香りです。ここはどういうところなんですか？ここは先ほど仕込んだ大豆と小麦の仕込んだ麹をここに持ってきて、この中に塩水が入ってます。水を張ってそこに塩を入れて塩水を作ります。塩水を作ります。でその中に先ほどの麹を持って入れます。すごい。はい。伝わらないな、すごすぎて。これももう何年ですか？この木桶は多分創業当時120年以上前から使われている。120年、すごいです。つまり創業が明治29年です。なるほど。明治29年、約120年前。仕込んでから3ヶ月ぐらいはそのままなんですけど、この6月ぐらいから発酵し始めてきて、6月、ぐらいから発酵し始めて、発酵したら塊が大豆の塊が上に上がって、でそれを上に上がってしまって酸化してしまうので、それを
全部混ぜてあげて、うんはい、この上に乗って混ぜます。はい、おお、これテレビで見たやつだ。こうしてこう今は軽く混ぜてるんですけど入らないんです。混ぜてあげるとまた生きてるんでプチ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 。うわ、ほんまにすごい。混ぜてあげたらプチプチ。こうして。ほんとここは肝ですね。はい。金たちの声が聞こえますね。すごい。どんな気持ちで作ってます？純粋に美味しいものを食べてもらいたい。昔からこの木桶を使われてる先代の方々、うん、今まで藤屋がうんできて、それに怠らないような、恥じないような。なるほど。もうまさに侍というか禅の世界ですね。味を守っていきたいので、うんうん、ここを怠ったらいいものができないし、そうですね。それだけですね。なるほど。素晴らしい。よし、移動しますか。次の工程どんな工程ですか？はい。さっき仕込んだもろみをこっちの工場で絞ります。醤油の種を向こうから運んできて、はい、この中に入れます。入れたやつをこの袋の中に入れて絞ります。中に入れて、大豆とか小麦が入らないようにこうして OK で、この OK で組んでこの中に2杯入れて、はい、この中にここに寝かせてこぼれないようにこういうふうな形で置いて絞っていきます。でももろみを3回ほどとここまできます。これ絞るのこれでずっとプレスするんですか？これを最初一番初めに敷いて、でそこの木があるんでそれをどんどん乗せていきます。で最初は自然に垂らします。じわーっと2日間ぐらいそのままにしておいて、プレスします。なるほど。はいはい。でここで絞った醤油を今度向こうの入れタンクに移します。ここで行う工程は銘柄ごとに調合、それと酒火入れをさせて金を示させます。1年ぐらい。1年ぐらい。干してから1年ぐらい。やっぱり味違うんです。全然違います。濃いさとかも違いますし、調合もしてるので、味見できますってドバーンってくるんですか？いや、開けないんで。すごい。いいですか？これは甘い。いただきます。めちゃくちゃ甘いんですよ。これ刺身料理。ああ。居酒屋の刺身、居酒屋さんで食べたことある。美味しい。まあね、銘柄ごとにちゃんと刺身料理で調合したやつをここにでここにいろいろあります。味が違うんですね。全部違います。他に味にできるやつありますか？おっといただきます。あ、確かに刺身でもなんだこれ。料理醤油ですね。はい、日本の肉じゃが、おでん、いわゆる醤油の味付けしたいなっていう時に使うような味かな。これは薄口、塩分が濃いくて、九州ではうどんとか色が薄いと塩分が濃い。おお、全然違う。もうもはやちょっともう水というかだしみたいな。いただきます。ごぼ天うどんの味がしますね。博多の福岡のうどんのつゆのごぼ天うどんの味がします。美味しい。とあとおでんだったり。これぜひ海外の方にも食べてみてほしい。はい。こっちで瓶詰めしてもらいます。
こういう瓶に完成仕上がるんですけど、それをちょっとやってもらいます。まあ、これを。おお、もう入ってる。はい、入ってます。そして待ってる間に全部ラベルは手で貼ってます。手で手張りです。機械じゃないです。こちらは何ですか？濃い口醤油の桜とこれを煮物とか使われるお醤油。こちらが薄口醤油ですね。もう比べてもらうと全然違う。まあ、このうま口っていうのもさっきの桜と同じ濃い口醤油。白だしといううどんとかこれ一本ですぐできます。はい、これで全部工程終わりました。醤油、本当奥深いですね。そもそも日本に醤油屋さんってどんな気あるんですか？全国で6000社余りありますね。6000社、はい、すごい。福岡が一番って聞いたんですけど、ここ福岡なんですけれども、福岡県では100件以上。100件も。で、みんなこういう作り方なんですか？いや、違うんです。木桶仕込みになると全国では 1% 未満。1%。はい。いやー、貴重でした。実際に醤油、かなり毎日というか、大変な作業だと思うんですけど、どんな気持ちで作ってます？まあ、大変なのは大変なんですけど、先代から受け継いだ技術とかあるので、それを守り抜いて、第一に味を変えない、ことを重視して作っています。だから今後も作り続けていくと。はい、作ります。あの木桶で。作ります。1% で。作ります。今回は醤油のこととっても学びました。醤油以外にも日本食で、例えばここだったら味噌だったり、日本食でこういうの見てみたいなとか、こういう工場行ってほしいなとか、気になる日本食があれば、ぜひコメントください。私たちが答えていきます。取材もします。今回、醤油屋さん、藤屋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、皆さんまた、バイシー